皆さんこんにちは。即死チートのレビュー動画のコメントで興味深い考察がありました。主人公は即死という概念の擬人化であり、全世界の敵と認識して物語を見る作品だそうなんです。そういう思考の杖が転がっていたんですね。目から鱗が落ちたメイドのリコです。この杖を使えばですよ、隠しダンジョンのあのゴミカスだって特殊性癖が擬人化した人物であり、全女性の敵として物語を見ると、あら不思議、早く滅ぼされてくれないかなって思っちゃいますね。特殊性癖が擬人化したらどうなるのかというのを知れる作品という高尚な物語になるんです。ああ、こんなにも胸くそ悪くなるんですねという実験結果になりましたよ。でしょうね。という実は高尚な作品であった即死チート。まだレビュー動画をご覧になっていない方はぜひご覧ください。できれば読者側が勝手に盛り上がっているだけではないことを祈ります。某作品だって読者側がこれロボットアニメじゃないからと何年も得意げにドヤ顔でマウントを取るために言ってきてたのに、原作者本人がこれロボットアニメだよなんていう齟齬があったら恥ずかしいですからね。少し前説が長くなってしまいましたが本題に入りましょう。今回も原作者様からレビューを依頼された作品です。タイトルはこちら、ネクシル再生女神の超新譚です。作者はダイドロイド様です。こちらはノベリズムで連載されている作品になります。作者様のツイッターと作品は概要欄に載せておきます。どうして前説であんなことを話したかと言いますとね、まずは作者様が思うこの作品の魅力を聞いてもらった方が良いですね。こちらです。ヒロインの強さが陳腐ではないことです。その強さには必ず努力により裏付けされています。強さにふさわしい葛藤や苦悩を描いています。なのでヒロインはかなり努力家です。あとはナロー系にはびこるようなリアリティゼロの世俗的な神ではなく、リアルゴッドを描くためにリアルゴッドらしいパワーとか倫理観、さらにはエヴァ以上に聖書という要素を深く入れ込み、そこから注釈される神のプロフィールを精査して FGO でいうところの真理ではなく真理を重んじる作風にすることで、ヒロインが神になる過程で人とは外れた価値観を抱くようになる過程等を描いており、さらにスキルやステータスといったナロー系にありふれた要素をこの作品風に最適化したり、宇宙法則、機体設定、生物学、平行世界理論、宇宙社会の倫理観などなどかなり濃厚な設定を作り込んだかなりハードコアなロボット作品です。あとはストーリーは進むごとにパワーインフレするので、グレナバン以上のパワーインフレを期待する人たちにお勧めできます。地球をチリと捉え、太陽をロカダの石と捉え、銀河を庭くらいの感覚で俯瞰するほどに超絶最強キャラに仕上げています。敵の時を止める能力が使えて当たり前であり、地球破壊規模の攻撃できて当たり前であり、1000億光年クラスの敵と戦うこともありと、ヒロインも強いですが敵も規格外に強いので歯応えのある戦闘等の特徴です。すごい熱量です。それに設定がだいぶ深い。そうなんです。この作品は様々な知識が必要な高尚な作品なんです。これは現実にあるものの擬人化であって、という発想が思いつくような頭の良い方々にものすごくおすすめなんです。私は単純な思考の杖しか持っていないので、書いてある通りにしか受け止められない一般メイドですが、もっと高級な思考の杖を持っている方々だったら、かなりワクワクしながら読めるはずです。そうに違いありません。作者様曰く、どうして自分の作品は全然評価されないんだ、という苦悩もあるようです。ただの本好きのメイドごときに、的を得たような助言ができるかどうかわかりませんが、私自身が感じた感想を言っていきますね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてブラウザバックしてください。いいですね。始めますよ。では、ネクシルのあらすじはこちらです。難民の集落で生活する15歳の女の子、アリシア。今の世の中ではありえないほどの高額報酬で、大手企業、アクセル社の会長の介護をするため、家を出ることになりました。しかし、それは真っ赤な嘘。ロボットのパイロットにさせるための餌であった。嘘だと気づき、すぐに逃亡して逃げることに成功。アリシアを連れて行こうとした男、ヨシビは自警団に捕まったが、そんな時、ロボットが集落を襲ってきました。集落を攻撃され、
親しい人たちが殺されていく中、戦火を逃れたアリシアとヨシビ。ヨシビは隠していたロボットに登場し、なんとか襲撃者たちを撃退。襲撃者たちに蹂躙された故郷を目の当たりにして力を求めることにしたアリシア。ヨシビと共にアクセル社へと向かい、パイロットになることを決意します。という感じのあらすじですね。ここからアリシアがどんどん成長していく物語が始まります。タワーインフレが始まっていくようですが、申し訳ないですが、そこまで読めませんでした。どれくらいインフレするかというのを少し言いますと、前述しましたが、ボスクラスの側近が当たり前のように時間停止能力を使えたり、アリシアが発するエネルギーが最低でも毎秒10の10万兆ワットを出力し、3章時点で 4×10 の60乗ジャバの戦闘力を誇るようです。という感じで、かなりのインフレを起こすようです。銀河よりも大きくなるようですし、グレンラガンよりも大きくなるのかもしれないですね。もう未知数ですね。というのを説明しましたが、私自身にあまり知識がないので、どれくらいなのかというのが測りきれない感じです。この作品、私の知識量が少なすぎて、私には正しく評価しづらいなって思いました。専門用語だったり、聖書の人物だったり、私仏教徒ですから、他宗教のお話持ち出されても全く、という感じですし、基本的にロボットものなので、ロボット系の専門用語に強くないといけません。私はロボットものは全然見なく、専門外なので、ロボットものの専門用語がよくわからないです。例えば、ドリルはロマンだよな、と言われても、は、ドリルは工具でしょ？そうですよね、ロマンですよね。と調子を合わせてあげるくらいにはできますが、何を言っているのかさっぱり、というぐらいに無知です。読み逃していけば、ある程度は気にならないのですが、真にこの作品を理解しようと思うと無理だな、という感じです。そう考えると、ナーロッタ、という世界観はわかりやすくてとっつきやすいんだな、って思いました。私は最初に作者様から、こういうコンセプトがあるよ、と聞いていたので、できる限り理解しようと努力した結果、挫折してしまったわけですが、じゃあ何も考えずにこの作品を読んだらどうか、というのを話していきましょう。その場合なんですが、文章としては当点が少なすぎて読みづらかったです。どこで文章を区切っていくのかがわからないんですよね。なくても意味は通じているので、読むことはできるのですが、少し疲れてきちゃいます。あと、読んでいくと少なくなってはきているのですが、で、に、は、お、のような助詞の使い方がおかしいな、って思いました。ただの誤字、だとは思うんですけれどね、気になっちゃいました。次は脱字ですね。字の文だったら、まだスルーできるのですが、セリフで抜けていると、本当に間抜けなキャラの印象になっちゃうんです。アリシアの発言で、みんな、怪しい人この人で。私はこのセリフは脱字だと思ったのですが、これで正しかったら申し訳ありません。私が思うに、みんな、怪しい人はこの人です。と脳内変換したのですが、このセリフはこのセリフで違和感が半端ないんですけどね。さらに直すなら、みんな、この人怪しい人です。かしら？あと混乱してしまうものとして、この作品での専門用語として時々、放火という単語が出てくるのですが、火を放つことではないんですよ。放火っていうのは統合政府の戦力増強計画、つまり強制徴兵制度みたいなものです。すごくわかりづらいです。そしてさらに、放火犯という場合もあるので、犯罪なの？犯人なの？本当は私の知る放火なんじゃない？と頭がこんがらがってしまいました。これ、もし火を放つことの意味で使う場合、どうやって使い分けるんでしょうね。こういう文章が積もりに積もりに積もって、もう無理ってなってしまいました。でも結構面白そうなんですよね。描写も結構わかりやすいですし、物語としても楽しそうな雰囲気がすごくするんですよ。キャラたちも魅力あるように感じて、結構好きになりましたし、
私が気になった部分なんてすごく細かいですよ。こんなところ言う必要ないでしょって思う箇所かもしれません。しかし、積み重ねというのがありますし、何よりかなり良い作品だと思っているので、こんな細かいところで引っかかりたくない、気持ちよく読んでいたいと思っちゃうんです。物語とかキャラとかあまりよろしくなかったら、これくらいの問題はどうってことないんですよ。テストで20点だったのが、採点ミスかなんかで25点になったって関係ないじゃないですか。でも95点取って、1問だけ間違えていたら、ここさえ間違ってなければ、って後悔するじゃないですか。ですから、細かい部分を修正していったら、もっともっと素晴らしい作品になるんじゃないかなって思いました。動画出した後も、徐々に辛くならない程度に読んでいこうと思います。漫画やアニメだったらぜひ見たいと思いました。ロボットものが好きな方、深い世界観の物語を読みたい方、どんどんパワーインフレしていくのを見たい方にとっては大変良いのではないでしょうか。冒頭に言ったように、頭の良い人とか、深い考察だとか一般人とは違った見方ができる方にぜひ見てほしいんです。この作品について、どういうところが良いのか悪いのか、コメントをたくさんいただけると幸いです。今回のレビューはいかがだったでしょうか。このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。